羽田空港に就航する唯一のジャンボジェット、ルフトハンザ航空のフランクフルト便はいつも大勢の見物客の視線を集めて飛び立ちますが、2025年8月28日の今日、その見物客がひときわ多いのは滑走路の奥をゆっくり進むあの巨大な船が理由です。あの船のことは後でゆっくり見るとして、 C 滑走路ランウェイ34ライトからオーイング 747-8 が離陸です。羽田空港で一番大きな飛行機が3360メートルの滑走路を目いっぱい使って飛び立ちます。それではお待ちかね。こちらは日本に寄港中のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズです。8月12日から横須賀の米海軍施設に寄港していたプリンス・オブ・ウェールズは本日8月28日から9月2日まではお台場の東京国際クルーズターミナルに寄港するため、現在東京湾を航行中です。言わずもがな、空母が東京港に寄港するのは異例のことで、私も羽田空港から空母を見られる日が来るとは思っていませんでした。いつもは飛行機の撮影スポットである羽田空港の展望デッキは、今日は船を撮っている人の方が多いという珍事が発生しています。今回のプリンス・オブ・ウェールズの東京寄港で羽田空港は良い撮影スポットになりましたが、実は今羽田の管制官やパイロットにとってもプリンス・オブ・ウェールズは無視できない存在となっています。海に面する羽田空港では飛行機の離着陸ルートの多くは海上を飛行するため、大型船が近くを航行すると滑走路の制限表面に抵触し、運用が制限されることがあるんです。今 D 滑走路ランウェイ05からエバー航空機が離陸しましたが、その飛行ルートの真下にプリンス・オブ・ウェールズが近づいてきているのがわかると思います。東京港と東京湾を行き来する東京西航路という航路は羽田空港の B 滑走路 B 滑走路の延長線上にあるため、制限表面に抵触するほど大きな船が通過する場合はその滑走路での離着陸は中断されることになっています。具体的には水面の上に出ている高さが約54メートル以上の船が東京西航路を通過すると D 滑走路に影響があるらしく、プリンス・オブ・ウェールズの場合はというと、全高56メートル喫水約10メートルで差し引き46メートルという情報を元にすればセーフということになるんですが、ソウルステーション東京タワー Aircraft carrier is going to cross the runway 05 so stand by for the instruction ということで、私の計算に入れた数字が間違っていたか、管制が大事を取ったのかは分かりませんが、 D 滑走路の離陸機はしばらく待機し、5分ほどすると離陸が再開されたようでした。ちなみに今回羽田空港は北風運用だったので B 滑走路は使われていませんでしたが、南風運用だった場合 B 滑走路でも同様の発着中断措置が取られていた可能性はあります。こちらは長崎空港へ向かうソラシドエアのボーイング 737-800 です。飛行機は船の文化を取り入れて発達してきた歴史があり、速度の単位としてノット、距離の単位として海里が使われることや、右側の航行灯が緑、左側の航行灯が赤であることなど、飛行機には船との共通点が随所に見られます。プリンス・オブ・ウェールズはアメリカの空母のようなカタパルトやアレスティングワイヤーは装備しておらず、あのジャンプ台を用いて
ストーブル運用が可能な F35B 戦闘機を発進させ、帰還時は垂直着艦させる運用です。ジャンプ台はないものの、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも F35B を用いて同様の運用が計画されており、2025年8月にはプリンス・オブ・ウェールズ艦載の F35B による護衛艦加賀への発着艦訓練も行われました。艦載機は F35B のほか、マーリン HM2 対戦ヘリコプターも見えますね。プリンス・オブ・ウェールズの艦載機といえば、横須賀に寄港する直前に F35B の1機が機体トラブルで鹿児島空港に緊急着陸しており、未だ鹿児島空港の格納を行いにいるようです。早く母艦と合流できると良いですが、飛行中に着艦するわけにもいかないと思うので、9月2日の出港後、どれくらいで帰れるかな、という感じですね。今、帯広空港への日本航空737-800が離陸していった C 滑走路は、長さが3360メートルありますが、プリンス・オブ・ウェールズの全長はわずかに184メートルです。空母はご存知の通りこの船の上で戦闘機等を発着させており、いわば小さな空港というわけですが、目の前の羽田の滑走路と比べると信じられないほどの小ささですね。とここで離陸滑走を始めた飛行機、こちらはイギリスロンドンへ向かうブリティッシュエアウェイズのボーイング 787-9 です。イギリス空母とイギリスのフラッグキャリアを東京で同時に見られるという奇跡に近い瞬間です。ブリティッシュエアウェイズの羽田便は1日2往復しかないので、タイミングがあってツーショットが撮れたのは本当に運が良かったですね。というわけで、今回は羽田空港からイギリス空母プリンス・オブ・ウェールズを見ることができました。それでは以上、ご視聴ありがとうございました。